遊戯王第一期環境は、エクゾディア以外のデッキに人権はなかった。皆さんはこのような話を聞いたことはないでしょうか。今回は、この定説に一石を投じるべく、第一期の終わりである2000年3月31日までのカードプールにおける、非、エクゾディアデッキの可能性について、お話ししていきたいと思います。もちろん、読み合いなどの観点を含めますと、証明しきれない部分もあるかと思いますが、少なくともエクゾディア一強ではなかったということがお伝えできればと思います。それでは、本編の方へどうぞ。まず今回のデッキの紹介をする前に、第一期環境における、エクゾディアデッキの実態をお話しいたします。エクゾディアというデッキは、99年8月5日に開催された、かの有名な東京ドーム大会来場者限定で封印されしエクゾディアが通信販売されたことで、初めて構築が成立するようになったデッキです。成立直後はサーチカードもなく、通常のビートデッキに太刀打ちすらできませんでしたが、ボリューム6でクリッター、黒木森のウィッチが登場し、一気に環境の頂点に躍り出ました。その理由は、当時のクリッターウィッチは、フィールド、手札、デッキ、どこから墓地に送られても効果が発動するという、はちゃめちゃな裁定になっていたことが原因です。中でも天使の施しとの相性は抜群であり、デッキを3枚掘りつつ、クリウィッチを捨てて足りていないパーツをサーチすることで、簡単にパーツが揃えられ勝利することができました。さらにこの状況に追い打ちをかけるかのように、EX に封入されていた遺言状というカードによって、エクゾディアは完全体に進化を遂げました。遺言状というカードの効果は、フィールド上のモンスターが何らかの方法で墓地に送られた後、遺言状を発動することで、デッキから攻撃力1500以下のモンスターを特殊召喚できるというのはもちろん、先に遺言状を発動することで、遺言状の予約状態が成立。その後モンスターが墓地に送られた瞬間、遺言状の条件が満たされ、ダメージステップ以外の全てのタイミングでモンスターを特殊召喚できます。また、当時の遺言状にはもう一つ恐るべき仕様が隠されており、遺言状の効果には回数制限がなく、一度発動してしまえばターン終了時まで、フィールド上のモンスターが墓地へ行くたびにデッキからモンスターを特殊召喚することができました。この効果を利用して、キャノンソルジャーでクリッターウィッチを射出し続けるだけで、手札にエクゾディアを揃えきるようなプレイングも可能になりました。こうした理由によって当時の環境ではエクゾディアに先行を与えると、ターンが回ってくることなく負けてしまうこともあったので、自身もエクゾディアを使うことは前提で、なおかつじゃんけんに勝ち先行を取ることが勝利への絶対条件とされていました。と、ここまでがエクゾディアの軽いデッキ紹介になります。1ターンに1枚モンスターを召喚して地道にビートダウンする時代で、これほどのスピードで特殊勝利に持っていくことができるエクゾディアが、いかに強力だったのかがお分かりいただけたと思います。さて、ここからが本番。この圧倒的な強さを持つエクゾディアに対抗しうる力を秘めたデッキというのは、遺言状とキャノンソルジャーを使用した無限射出デッキです。先ほど紹介した遺言状プラスキャノンソルジャーの無限射出を利用するのですが、エクゾディアを揃えるのではなく、キャノンソルジャーのバーン効果によって、相手ライフをゼロにすることを目的とします。実はこのデッキ、2000年当時にすでに考案され注目を集めたことのあるデッキなのですが、こちらの2つの理由から安定させることが難しく、エクゾディアの牙城を崩すまでには至りませんでした。そこで今回は、この2つの問題点をクリアにすることで、エクゾディアを超える先行ワンキル率を達成できるデッキを考えてきました。まずはじめに、デッキ内のモンスター比率問題に関しては、このカードで解決します。はい、コカローチナイトです。このカードは、フィールド、手札、デッキ、どこから墓地に送られても効果が発動するモンスターで、普通に使うだけでは自分のドローをロックするだけの、
最弱レベルの効果を持つモンスターでしかありません。しかし、キャノンバーンでは、キャノンソルジャーのセットとして墓地に落ちた後すぐにデッキに戻ってくれるので、遺言状から持ってくるモンスターとして常に心落ちないとを選択すれば、デッキ内のモンスター比率を上げずに無限射出することが可能になります。次に、1ターンの間に2体のモンスターを揃える方法についてお話しします。当時は、モンスターを特殊召喚するカードは死者蘇生くらいしかなく、血の代償を使えば、1ターンに複数体のモンスターをフィールドに揃えることは可能ですが、血の代償はトラップカードゆえに先行1ターン目で使用することができません。そこで今回使用する特殊召喚方法は、融合になります。当時のエキスパートルールでは、公式ルールと違い、手札のモンスターも融合素材にすることが可能であり、通常召喚剣と合わせて、融合モンスターをフィールド上に特殊召喚することで、1ターン内に2体のモンスターを揃えることを可能とします。融合素材モンスターとしては、デッキ圧縮も兼ねるサンダードラゴン、キャノンソルジャーをサーチできるデッキのキーパーツでもある黒木森のウィッチ、そしてキャノンソルジャー自身も融合素材になります。さらに融合の優れている点はもう2つあり、1つ目はフィールド上のモンスターと手札のモンスターを融合するだけで、遺言状の発動条件を満たしてくれる点。もう1つは、融合をサーチする効果を持つ融合賢者の存在によって、デッキ圧縮をしつつ、初手に融合が存在する確率を大幅に高められる点です。このような考えのもと、完成したデッキがこのようになります。さすがに、融合素材としてハイプリーステスやギガンテックウルフを採用するわけにはいかないので、汎用融合素材として使える、心眼の女神を採用しています。心眼の女神以外にも、融合代替モンスターはいくつか存在しますが、相手が先行ワンキルできずこちらにターンが回ってきた場合、仮に、頼みの綱である遺言状を神の宣告で止められても、融合で召喚した相当のサンダードラゴンと心眼の女神のダイレクトアタックで、残ったライフ4000ポイントを削りきれるので、心眼の女神が頭一つ抜けていると思います。基本的には、先行ワンキルに関係のないカードは極力採用しないようにしていますが、メタモルポットだけは、先行ワンキルができない場合にセットし、次のターンにワンキルできる確率を大きく上げられるということで採用しています。また、エクゾディアはいずれかのパーツが墓地に落ちきってしまうと、特殊勝利ができなくなるので、エクゾディアのメタカードとしての意味合いもあります。もし先行ワンキルのみに特化したい場合、メタモルポットの枠に、4枚目以降のキャノンソルジャーとして機能するカタパルトタートル、自分のウィッチクリッターを破壊し、遺言状の条件を満たすことのできる、魔女狩りや悪魔払い、他には陽気な葬儀屋などが採用候補に入ると思います。さて、ここまでデッキの解説をしてきましたが、肝心のワンキル率はどうなのか、後編では、実際にデッキを回している様子を交えて、エクゾディアと比較していきます。それでは、今回はこの辺りで失礼いたします。